また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむぎむです。今日は1月17日土曜日です。年末の特需シーズンを超えて2025年度の期間限定イベントもすべて終了。そして1月30日にはクールジャパン2026が始まるため、現在のパークは体力の温存時期、とどのつまり何もないシーズンというわけです。ただ、パークではちょくちょく変化も起きているので、今回の動画ではパークが実際にはどれくらい空いているのかと合わせて紹介します。さて、ただいまの時刻は9時15分。また寝坊しました。いや少し言い訳させてください。昨日から徹夜なんですよ。徹夜なんですけど撮影の予定を入れてた上、カメラマンとしてリスナーさんを呼んでいたことまで忘れていたのでしぶしぶ来たというわけです。いや、しぶしぶなんて言い方おかしいですよね。お前が来るって言ったんやんって話なので、とりあえず今日はリスナーさんと途中行動を一緒にしますが、動画の進行には特に影響だとかはないです。飯を2回もおごってもらうくだりが入るだけで、まあ、遅れてるとはいえ、なんせ閑散期と言われる時期なので、これでも多分間に合うでしょう。知らんけど、そういえば、嬉しいニュースが入ってきましたね。USJ の25周年プログラムの詳細が発表されました。黒未来部の続投だったり、ハリドリで歴代の周年ソングが聴けるようになったり、ジュラシックワールドジャーニーが復活したりしますが、注目の企画はこちら。まず一つ目が、ユニバーサルカーズ&スターズコレクション。バックトゥーザフューチャー、アメリカングラフィティ、バックドラフト、ブルース・ビラザーズの4作品ゆかりの名車がずらりと展示されるとのこと。まあアメグラはメルズ前にあるやつのことでしょうし、バックドラフトは多分アトラクションで使っていた消防車のことでしょう。もちろん消防車がまた拝めるのは嬉しいですけどね。ただ注目したいのは、やはり他2作。バックトゥーザフューチャーのデロリアンがまた復活するなんてね。それに、ブルース・ブラザーズの中古パトカーってのは今回新しく用意したやつなんでしょうか？それとも昔使ってたやつ？どちらも嬉しいですけど、後者だとまだ生きてたんだって驚きの方が強いですね。そして2つ目。先ほどの名車展示と関連しておなじみのエメット・ブラウンが10年ぶりに、そしてジェイクとエルウッドが17年ぶりにパークに帰ってきて毎日グリーティングを開催するそうです。マジっすか？いや、若干6は予想できましたけど、ブルブラともグリできるなんて嬉しいですね。思わずウレションしちゃいました。清掃員さん拭いておいてね。さらに3つ目。まだあるの？新アトモスアルティメットブルースバッシュが3月27日からスタート。セサミストリートとブルース・ブラザースが夢の共演とのことで、いや、もう情報多すぎるやろ。うんち漏れてまうて。というように25周年はかなり期待できそうですね。3月が楽しみですが、ちょっとした問題もありそうな気配もあります。それは、まあ後ほど紹介するとして、さっさと入園しましょう。9時23分の様子です。エントランスはもうすっかり人がいなくなっており、入場ラッシュは終わっているようでした。それでも若干、右側のゲートの方が混んでますね。この集団心理って何なんでしょうね。いや、でもあまりに極端に差があるので、きっと左は特別なゲートなんだと誤解されてるのかもしれません。関係ないんですけどね。9時25分インパしました。任天堂の整理券は最速で10時30分の案内でした。というか、ここ最近はずっと配布されてないので、今日もフリー入場を期待してたんですけどね。この日の実際の開園時間は8時30分。公式の開園時間は9時なので、30分フライングです。お、来た来た来た。USJ では開園時間をたまにフライングします。たまにです。例えるならスプーンを洗う時に水が思い切り跳ね返るあれと同じくらいの頻度です。は反逆者は許さないタイプなのでそのスプーンは溶鉱炉で処分します。つまり今は開園から55分経っているということです。そう考えると、任天堂整理券の枯渇スピードは通常通りって感じですね。別に特別遅いわけでもないです。さてさて、パークの最近の混雑度ですが、やはり数値で見ると、だいぶ下がっていますね。各アトラクションの待ち時間を見ても、ジャンル問わず、どれもガクンと下がっているのがわかります。通常のアトラクションは、ともかく、任天堂エリアのアトラクションも減ってるんですよね。任天堂エリアは、やはり、遠方ゲストからの特需が凄まじく、慢性的に混んでいます。なので本来、あのエリアには曜日などに待ち時間のばらつきもなく、常に混雑度は一定という状態。しかし、今見ると、任天堂エリアですら、待ち時間はやや減っています。減っているというだけで、別に空いているわけではないのは、数字を見ればわかりますが。なので、やはり今は、空いているということでしょう。ですが、これは、あくまで数値上の話です。問題なのは肌感の話です。いくら数字では空いていても、実際に訪れた感想が大して空いてないなら、意味ないです。実際はどうなんでしょうね。シネマ 4D はクローズしており、1月29日まで運休です。シュレックとセサミ、今年も短命だったな。というか、むしろ、シンガポールは、なんでシュレックを維持できてるんすかね。人気なんでしょうか。ちなみに1月30日からは、クールジャパン2026の第2弾として、呪術廻戦ザリアル 4D が始まります。では、スパイファミリーとのコラボが終わった万年補欠アトラクションことスペファンの様子を見に行きましょう。エントランスは撤去され、一見すると通常のスペファンに戻す作業のように見えます。しかし、実際には異なり、次も期間限定イベントです。コラボ相手は世界的に有名な DJ、Z。よく知らないですが有名らしいです。
スペファンをイケイケのクラブにしちゃったという内容だそうで、開催期間は1月30日から8月17日まで。あ、もう8月まで通常版スペファンはやらないんですね。ところで25周年限定ライドも登場なんて宣伝があったせいで、ネットではバックトゥーザフューチャーの復活するとか希望的観測を熱弁してる方がちらほらいましたが、限定ライドとはこれのことらしいです。ありゃりゃ、そうですか。お向かいにあるレストランでも何やら動きがありました。スタジオスターズレストランが3月3日までクローズすることになりました。あれま、これは大変。周りをぐるっと回ると黒い幕で覆われており、中は見えないようになっていました。これは USJ がよくやる手法で、おそらく店内だけの改装になるのかな。まあ、今後囲われる可能性もありますが、本音、公式ページにはお楽しみになんて書いてますが、あーしは不安の方が本音勝ります。というのも、このレストランは映画スタジオにあるカフェを再現したものになっており、素晴らしいハリウッドムービーの壁画なんかが魅力的でした。ただ、これらの価値を USJ が認識してるのかは怪しいです。おそらく、このレストランの設定が丸ごとガラリと変わることはないと思います。USJ は腐ってもテーマパークなので、そういった場合、事前告知はします。なので、映画スタジオという設定自体は残るでしょう。ただし、もし、でも絵が古いね、私好みじゃない、なんていうお前の意見なんて聞いてないよみたいなディレクターの鶴の声で変なデザインに改装されないか心配です。例えば、USJ ってフラットベクターというよく見かけるイラストがやたら大好きなので、映画のフィルムだとか、まるでフリー素材みたいな壁紙に一新しそうではあります。ですが、これはあくまでアーシの被害妄想であり、実際にはセルフレジだとかを導入するのかなと思います。USJ のレストランはみんなそうなりましたからね。となると、目の前で料理を盛り付けてくれるあれは、もう見れなくなるかもですね。グラマシーパークのステージは、すっかりユニバル仕様になっていました。なんか舞台の上にさらに別の舞台が組まれているような構造で、映像だとわかりにくいですが、かなり高さがあります。これ、何のためにこうしたんだろう。ひな壇とかまあ、いずれわかることでしょう。黒みライブは1月25日までなので、今はラストスパートですね。ですが25周年プログラムとして、3月27日から、また、新しい黒みライブが始まります。ディスカートだらけの腐女子たちも大喜びでしょう。そして同じく3月27日からはですね、もう一つあります。冒頭で紹介した通り、ブルース・ブラザースがついに USJ に帰ってくるんですね。これは本当に嬉しいですよ。アルティメット・ブルース・バッシュ、セサミストリートとのコラボショーが開催され、セサミからはグローバーもショーに復帰します。胸熱ですね。ちょっと待って。黒みライブも同じ日に復活するんですよね。じゃ、このブルース・ブラザースのショーってどこでやるんですかって思って調べたんですけどね。なんと、同じステージでございます。はあ、どういうこと？交互に開催するってこと？だとしたら絶対席争奪戦起きるでしょ。というか、朝に座った人がずっと居座り続けるという、ルール上は問題ないけど確実に体験価値は下がるあれが常習化するんじゃないですか？ぐぬぬ、これどうなるんでしょうね。続報が良い知らせであることを祈ります。スパイダーマンの後釜の工事も先日から規模が拡大しており、このように旧ラインも着手されています。ここのエリアはマジで手つかずで、クローズ後もずっと内部も含め、ほとんどそのままの姿で放置され続けていました。囲いはされてるけど、特に作業はしていないという感じです。ここもついに工事するんですね。そういえば、こういった景観保護のシートというのは非常に高額だそうで、USJ では車内販売のバッグだとかにリサイクルして売ってます。一般販売してほしいところですよね。需要があるかは知らんけど、ガチ勢なら多分買うでしょ。おっと、ミニオンパークでも何か変化がありました。いや、正確にはニューヨークエリアの管轄なのですが、こちらの建物も囲われてます。何気に、ここ工事してるの、初めて見たな。隣接するミニオンパークの工事と何か関係はあるのでしょうか。謎です。では、ジュラシックパークエリアに行きましょう。ここのエリアは熱帯の植物がだまし育てられていますが、今日もくっそ寒いっすね。10時05分時点の待ち時間はコマちゃんが40分。ジュラパが35分待ちでした。そういえば先日から登場したサクサクスパイシーチキン1200円。食べたそうにじーっと見つめてたらリスナーさんが買ってくれました。いやーありがとうございます。いえいえ、別に全然狙ってただとか、そういうのじゃないですよ。ファッキンデリシャスっす。なんというか、よくある健康に悪くて美味しいフライドチキンって感じの味がします。ちょっとスパイシーですが、そこまで辛いということもないです。骨付き肉でなかなか大きく、コンビニで売ってるチキンと比べても、ある程度値段相応なボリューム感っていう感じです。ごちそうさまっす。ということで腹も満たされたので、ジュラパに乗りましょうか。こんな寒い日にどうかとも思いますが、あーしはジュラパが好きなんですよ。ゴマちゃんは大嫌いです。ところでジュラパもリニューアルしてもう1年になりますが、悪くなったところはあっても、良くなったことって全然ないんすよね。
このビデオもそうですが、細かい BGM やエフェクトもね、なんかセンスがないというか、補足ですが、ジュラシックパークザライドは1月19日から2月1日までリハブですのでご注意を。USJ 情報局 LCA Studios. USJ kanji, I don't know. LCA Studios. はい、ということで乗ってきました。やはり、ゲートは今日も開きっぱなしでしたね。もう1年くらい、ずっとそうですよね。あと、左側のディロフォタンが死んでいましたが、2回目に乗った時は復活していました。なんでだろう。では、ちょっとショップも覗きましょう。ショップは今日も平凡な感じですが、可愛いグッズが売られていました。モササウルスに食べられるプテラノドン。可愛い。しかも、プテラノドンは引っ張ることができ、食べられるギミックまであります。可愛い。これは、先日紹介したボンベを食べるサメと同じシリーズですね。お値段は3200円です。ポップコーンカートでも変化があり、先日までジャイロスフィアのバケツしかありませんでしたが、以前売ってたラプトルの卵のが復活していました。余談ですがこのバケツ、めっちゃ蓋開きやすいので乗り物とか乗るときは注意してくださいね。そういえば、USJ の姉妹とでも言うべきオーランド版のボートライドも1月5日からクローズしており、長期リハブします。11月19日までかかる予定だそうで、USJ 同様に根本的な改修が行われるようです。その費用は不明なものの、オレンジ軍への申請によると1480万ドル、日本円で23億円とのこと。単純比較はできませんが、USJ の改修もそれくらいかかったんですかね。話を USJ に戻しますが、先日ダイナソーグリーティングが千秋楽を迎えたため、今、このエリアにアトモスはありません。なので、恐竜がうろうろすることもないです。ただ3月4日からまた、昨年好評だったジュラシックワールドジャーニーが復活します。なので、また盛り上がりそうですけどね。内容もリニューアルして欲しかったなと思う自分もいるのですがわがままでしょうか。そうなると、また、期間限定の展示だったはずのジャイロスフィアに一応の意味が出てきますね。単純に面倒くさいから撤去してないだけでしょうけど。ジャイロちゃん、今日もツルッツルでちゅねー。では、任天堂エリアはまだ時間ではないのでスルーして、アミティの方をブラブラしましょう。ありゃ、なんというか、道普通に混んでますね。この道は USJ 屈指の混雑度に左右されやすいスポットで個人的に指標にしてたりしますが、案外、人はうじゃうじゃいます。ただ、時間帯で偶然そうなっているだけかもしれません。フードカートやレストランはどこも結構並んでいるので確かに空いてはいるが期待するほどガラガラというわけでもないようです。実際今日パークをブラブラ回りましたが壊滅的に空いてるって感じたスポットは特にありませんでしたし、空いているというよりは大して混んでないねくらいの方がいいかもしれません。いずれにせよ今は閑散期ですが1月30日からはクールジャパンも始まるしスペファンとセットのコラボも始まるのでね。束の間の閑散といった感じでしょう。ジョーズドッグが売られていたフードカートですが販売が終了していました。寂しいですが、ジョーズドッグって本来20周年企画のフードだったのに随分長寿でしたよね。でも、それだけ人気だったということでしょうし、また復活してくれることを祈ります。11、20時点のジョーズの待ち時間は45分でした。まあ普通ですかね。こうして俯瞰で見ると、ここは人の往来が激しく、そこまで大げさに空いてるわけではないようです。ジョーズさん、今日もかわいいでちゅねー。さてさて、ハリーポッターエリアの様子もちらっと紹介しましょう。うわぁ、このエリアもめっちゃ混んでますね。ただ、ハリポタエリアってかれこれ11年もありますんで、地元民で溢れ返るってことは肌感あまりないんです。来場客の多くは他県民だと思います。あと、インバウンドと、そんなハリポタエリアが混んでるっていうことは、今日も遠方ゲストが多いってことなんじゃないかと思います。ところで、このエリアといえば、アトモスにヒッポグリフが出るようになりましたが、今度ハリウッドにも進出するらしいですね。まあ進出といっても、USJ が独自に考えたイベントだとかではないですが、やはり人が2体入って動かすやつになるんでしょうか。おっと失礼。皆さんはそういうの否定したがる宗派の人でしたね。しかし、米国では、ヒックとドラゴンのように高性能なロボットで再現されたキャラとのグリなども開催されているため、ちょっと気になりますよね。11時35分、時点での待ち時間は、フォービドゥンジャーニーが60分、ヒッポグリフが60分でした。やや土曜日にしては空いているような気もします。キャッスルウォークはもう終わっちゃったんですよね。あれってそこまで維持が難しいようにも感じませんが、なんで常設じゃないんですかね。では一旦アウパしましょう。ハリウッドドリームも時間があれば乗りたいですけどね。ところで今はコラボイベントとかしてないので曲のリストは通常版ですが、1月30日からクールジャパン2026が始まるので、名探偵コナンと呪術廻戦のストーリーライドが追加されます。なので5つのうち2つ埋まりますね。ただ、新たに発表された25周年プログラムによると、3月4日から2027年3月30日までの間、歴代の周年ソングも追加されるそうで。待って、残り3枠しかないのに全部埋めるってことと思いきや、ちゃんとシーズンを分けて導入するらしいです。それでも、5つ中3つは期間限定ので埋まることになりますけどね。
個人的には大好きなオンアワーウェイをまたハリドリで聴けるのが嬉しいですね。なんか皆さん、ブッキーの方が好きみたいですけど、アーシはこっちの方が好きです。世代とかにもよるんですかね。第1弾となるブッキーは3月21日から6月30日まで聴けるようになります。11時45分、時点の待ち時間は、バックドロップが65分、フォワードが55分でした。腹減ってるし今日はいいや。では、リスナーさんがお昼までおごってくれるとのことで、お言葉に甘えましょう。アーシは大阪人のステレオタイプみたいな人間なので、そんなの悪いよ、と遠慮する演技は一応しますが、ならいただくわーに結局収束します。お邪魔したのは大阪玉で、会津屋さん。ラジオ4種盛り、1300円。ノーマル、ネギ、タコチーズ、牛すじの4種を食べ比べできます。いやーやっぱり他人の金で食う飯はうまいですな。では、お腹も満たされたので、パークに戻りましょう。12時45分再びパークへ。うげ、なんかめっちゃ並んでるやん。この時間から来る連中がこんなにいるだなんて。うちらと同じように昼飯はシティウォークで済ませるタイプのやつらか。12時55分インパしました。まあ10分くらいで入られてよかったですね。先日の水曜日に来た時よりは若干混んでるとはいえ、土曜日なのにエントランスはあまり人がいないですね。床のアスファルトがこんな綺麗に拝めるのはやはり閑散期の醍醐味です。ただ、任天堂エリアは待ち時間を見る限り今日も混んでいるようです。任天堂エリアには閑散期などという概念が存在しないため、あれは何の参考にもならないのですが、果たして他のエリアはどうなっているのでしょうか。これから見ていきましょう。そろそろ任天堂エリアの入場時間なので向かいます。リスナーさんは今晩のファンナイトに参加されるそうなので、プレデンシャルを取りに行きました。長らく任天堂の整理券のために使われていた発見機ですが、今はもう置物状態です。社会における俺たちみたいな悲しい佇まいですね。目の前にはベンチがデーンと並んでいます。看板には、やっつけ仕事で QR コードが書かれていて、スマホアプリを取得するように促されます。スマホアプリにどんどん機能が移行していましたが、現地での発見は最近はもうやってないんですよね。スマホが未だに使えない老人に人権などありません。皆さんもアプリはインストールしましょうね。リスナーさんにクレデンシャルを見せてもらいましたがバッジももらえるんですね。アーシも行ってみたかったですが、存在そのものを忘れていまして。ただ今年はスペシャルショーがユニモンでの開催らしく、非常にこれの倍率は高かったそうですね。結構スペシャルショーが目当てで応募する人も多いので、ふるいにかけられた結果、今年は参加人数が肌感少なかったとの話も聞きます。ちなみにスペシャルショーでは、超久しぶりに、リーコンとレイカとビートルチュースの3人が揃ったそうで、数少なく参加された人の話だと、満足度はかなり高かったとか、ただ撮影は禁止だったそうです。あれ、それってもしかしてビートルチュースを大々的に出すのは権利問題でまずいから、こっそり出して参加人数も絞ったってことっすか？公式にやや怯えつつこそこそ二次創作に勤しむオタクみたいなムーブを大企業がやってるの面白すぎません？では、早く、任天堂エリアに向かいます。ところで話は脱線しますが、実は25周年のサイトに、先日までウォーターワールドがパワーアップって書かれていたのですが、なんか削除されたんですよね。USJ みたいなマンモス企業では統率が取れず、たまにフライングもあるんですが、これもそうなんでしょうかね。だとしたら、すごい気になります。ただ今更、ウォーターワールドで大規模な工事だとかをするとも思えないんで、そこまですごい変化ではないとは思いますけど。でも、また盛り上がるのなら嬉しいですね。では早く行きましょう。フリー入場の醍醐味は自由に行き来できることもありますが、煩わしい整理券の確認作業がない点にもあります。あれ混んでると待ち時間10分以上かかりますし、ヒューイゴーとかいう意味わからんポーズをさせられるので嫌いなんすよね。今日は整理券があるので残念です。ってあれ？ちょっと待って。嘘だろ、おい。整理券取得し忘れてました。ぐすん。くそ、別にそこまで楽しみにしてたわけじゃないけど、なんかね。例えるなら出かける前にテレビで流れていたくだらない低予算推理ドラマで犯人がギリギリ見れなかった時、大して面白くもない話なのに急に損をした気分になるあれと同じです。一応、待ち時間のグラフだけ見せておきます。まあしょうがないので、締めはコマちゃんにでもしておきましょう。
13時45分、時点での待ち時間は35分。やっぱり任天堂以外はぼんやりと空いてるんすよね。では、早速乗りに行きましょう。そういえば、このゴマ釣りクソバードができたのは10年前。何気にこいつも10周年なんですよね。10年間ジュラシックパークの世界観を破壊し続けました。なんでこんなに作りが雑なのかわかりませんが、10年目ですんで、プチリニューアルとかしてほしいところです。今のままじゃプテラノドンが先についてるただのコースターです。てか、久しぶりに来ましたけど、この看板まだあるんですね。もうこの台紙売ってないでしょ。景品表示法だとかに違反しないんすかね。どうでもいい豆知識ですが、ここの壁にプテラノドンが引っかいた跡がついてます。サイズ感がもはやラドンって感じですけど。以前に紹介したハリドリのように、こちらもやはりボックスなど備品が増えていますね。こちらは JPA と書かれていました。そこはインジェンって書けよ。では14時、ロッカールームに到着。ここまで来ればゴールも同線です。35分待ちって表記でしたが、15分で来れましたね。はい、乗ってきました。いやーなんというか、ちょっと睡眠不足なのも相まって死ぬかと思いました。もう今、フラフラな状態ですんでね。こんなところで死んだら絶対失禁するし、一生後ろ指さされるでしょう。意地でも生きて帰らねば。あ、ちなみに普通に楽しかったですよ。ゴマちゃんは世界観の作り込みがコミカスファッキンすぎて嫌なだけで、アトラクションとしての満足度は非常に高いです。例えるならすごく美味しい料理を皿もなしにテーブルに直接盛り付けられたような、そんなライドです。では疲れたので帰ります。最後に今日の感想を言うと、まあ確かに全体的にパークは空いており、待ち時間のデータにもそれがちゃんと反映されてます。実際、任天堂エリアも若干空いてるとの統計は取れてます。しかし、超ガラガラを期待していくと案外そうでもなかったなという印象です。特に、任天堂エリア周辺の局地的な混雑がなんとなく大して空いてないなという印象を強めているのだと思います。でも、過ごしやすいシーズンであることは間違いありません。1月30日からクールジャパンが始まるとまた混むでしょうから、皆さんお早めに体験してみてはいかがですか。では、今回の動画はここまで。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。